皆さん、こんにちは。ご視聴ありがとうございます。本日紹介するのは、山崎匠氏が執筆した、やる気のスイッチです。皆さんは、昨日はやる気があったのに、今日はやる気が全くしない。もしくは、昨日はやる気がなかったのに、今日はやる気がみなぎっている。といった経験はないでしょうか。この書籍は、自分の心との付き合い方を知り、気分を意図的に左右させるために、意識を変えて接する方法について学べる本です。あなたも夢や目標があるなら、ぜひ思い描いてください。そして、紙に書いてください。紙に書けば、あちらから全力で向かってくるでしょう。本書に記載されている内容を参考にして、自分をうまく誘導してみてください。そうすれば、きっと心はやる気を見つけ出してくれます。本書は、まず、やる気の仕組みの話をした上で、やる気の出し方の話をし、最後に、やる気のレベルの話をしています。著者が、いろいろなところから受け取った知識と知恵を解釈し、何度も試して使えると確信したものをまとめています。まずはじめに、本書を読んだ管理人の感想です。著者が冒頭でも述べていますが、本書は、著者が得てきた知識と知恵をベースに、チックスとしてまとめたものです。その根幹にあるのは、思えば叶う、であり、いかにして、自分の選択肢の中に、夢や目標につながるものを選んでいくかが重要であると感じました。意識、無意識に関係なく、意識にないものは選択されないからです。皆さんも、本書を参考に、夢や目標を達成していきましょう。ただし、強く願いすぎないのがポイントのようです。それでは、中身の紹介をします。最後までお付き合いください。このチャンネルでは、知識は浅く、広く、をテーマに、自己啓発に役に立つ情報を配信しています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。まずは、やる気とは何なのか、と、やる気の仕組みについて話をしていきます。やる気のからくりについて知るには、意識と無意識について知る必要があります。あなたも、こんな経験はないでしょうか。あの車欲しいなぁ、と思い始めると、その車が至るところで走り始める。厳選された食材が使われている、と知った途端、その食べ物が急に美味しく感じられる、など。これは、本当は、自分の意識が、より好みして、制限をかけた風景を勝手に現実だと思い込んでいる。つまり、見ている現実は自分で選択しているのです。そこに、やる気の周波数があり、そこへアクセスするスイッチがあります。そして、やる気の正体は何なのか。それは、ズバリ、集中であり、やる気の周波数にアクセスできた状態、スイッチがオンの状態です。では、やる気の周波数をどのように見つければよいのでしょうか。それは、自分のなりたい姿、望んでいる姿をイメージすること、すでにそうなった自分を演じてみること、頭の中に望む姿をイメージすると、その通りにやりやすいですし、望んでいる姿を演じることで、望んでいる姿に慣れていきます。ただし、テンションを上げてはいけません。急激に変えると、ホメオスタシスの仕業で、やる気がなくなってしまう場合があります。身体や心の生理現象として元に戻ろうとしているからです。集中と興奮は違います。時にはへこんだり、もやもやしたりすることがあるかもしれません。それはあなたの心がわざわざ見つけようとしています。そのような時は文字にしてみると良いかもしれません。いまいち集中できない時は呼吸を整えたり、目の前の小さな作業を丁寧にやってみてください。また、緊張感を保ち続けることも、やる気を継続するために必要です。その他、本書では、やる気の周波数にアクセスするためのチックスが紹介されています。参考にしてください。それでは、やる気をどのように出していくかを紹介していきます。まず、根本的に、やる気はいつか消えるものです。これに気づいている人だけが、やる気を長続きさせることができます。いつもエネルギッシュで、やりたいことを実現できる人は、気分に左右されるのではなく、気分を意図的に左右する方法を知っているのです。例えば、最近嬉しかったことを思い出してみるのも良いでしょう。そうやって意識を変える工夫をしてみてください。そうすると、今までとは違った真実が見えてきます。実は、やる気の正体は
3つで構成されています。1、セルフイメージ、自分に抱いているイメージ。2、ホメオスタシス、生き物が変化を拒み、一定の状態を維持しようとする働き。3、スコトーマ、心理的盲点。何かのきっかけで、セルフイメージが更新される。すると、ホメオスタシスの力によって、現状維持の状態に耐えられなくなる。すると、スコトーマがなくなって、もともとないと思っていた方法、アイディア、人脈などが自然に見えてきて、努力感じなく結果を最大化することができるといった仕組みでできています。セルフイメージさえ理想的なものに更新されたら、理想的な行動をとれるようになるというわけです。本章では、セルフイメージを更新する方法や、ホメオスタシスの反動を避ける方法、そもそも起こさない方法、ストコーマをなくす方法についての具体的な方法を紹介しています。潜在意識にはいつもベストを選ぶという絶対ルールがあり、心の底の底の一番奥底で思っていることに対してベストを選んでいます。セルフイメージは変わりにくいものです。自分の力で変えるのが難しいなら、考えてもみなかったことを妄想したり、考えてもみなかった場所に足を運んでみてください。すべてはゴールが先、どうやるかは後。心から望むゴールがあり、そのゴールに合わせてセルフイメージを更新する。そうすれば今はやり方がわからなくても、スコトーマ、心理的盲点がことごとく外れるでしょう。人間は意図する前に脳から指示が出ているそうです。つまり、あなたが認識する前に脳からこうするという指示が出ています。自我とは、あなたが行った行為を流れているねという風に傍観しているだけの存在だと言われています。自分を勝手に動かしているもう一人の自分とどう付き合えばやる気が出るのか、人生はうまくいくのか、それはその人の意識のレベルによって変わります。意識のレベルはマンションのようにおよそ4つの階層に分かれています。1階は他人軸モード、2階は自分軸モード、3階は認識軸モード、4階は悟りあるいは色即是空モード。その人がどの階層にいるのかは年齢によっても変わりますし、日によっても体調によっても変わります。また相手との関係性によっても変わるものです。やる気が出ないと感じているときは、そもそも自分が今どの階層にいるのかを確かめることが重要です。また、相手が今どの階層にいるかを把握することも重要です。本章では、各モードにおいて、やる気を出すための方法が紹介されています。自分が欲しいアイディアは、実は自分が考えていない時に生まれている。それを生み出しているのは心臓なのだそうです。優秀な人や天才と言われる人たちは、例外なく、考えると考えないのシーソーをうまく使っているとのこと。どうすればポジティブな気持ちに切り替えられるのでしょうか。そのスイッチは心臓にあるというのです。心拍リズムを安定させ、脳の機能も安定させる。たったこれだけのことで、私たちは簡単に集中力や思考力を高めることができます。最後にまとめです。やる気の正体は集中。やる気はいつか消えるものと気づいている人だけが、やる気を長続きさせることができる。すべてはゴールが先、そのゴールに合わせてセルフイメージを更新する。やる気が出ないと感じているときは、そもそも自分が今どの階層にいるのかを確かめることが重要。心拍リズムを安定させ、脳の機能も安定させることで、集中力や思考力を高めることができる。皆さんも思えば叶う。この動画が良かったなと思った方は、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。
この本が気になった方は、購入して本を読んでみてください。概要欄にリンクをつけておきました。このチャンネルでは、知識や雑学、スキルアップにつながる情報を提供しています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。